こんにちは、羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。今日は一つのテーマを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。羽生結弦、その名前を聞いただけですごい人、そう思う人も多いでしょう。このすごいという言葉の中に含まれているもの、それは彼の天才性ではないでしょうか。そこでこんな疑問が生まれます。彼はいつから天才だったのか。どこかの時点の努力の積み重ねで天才に到達したのか。それとも生まれた瞬間からすでに天才だったのか。今日の動画では羽生結弦選手の才能の原点を実際のコーチの証言と確かなエピソードをもとに検証していきます。これはただの成功物語ではありません。彼がなぜ日本人のみならず世界中の人々の心を動かすのか、その理由を一つずつ紐解いていきましょう。ということで、動画最後まで見ると、羽生選手はどんなところが本当にすごかったのか、いつから天才だったのかを知ることになります。また、動画最後にはエコーズオブライフ広島公演に行った時のアイスショー観戦記の続きをお届けしちゃいます。ぜひ最後まで楽しんでみてくださいね。OK。こんな感じでこのチャンネルでは現役プロアスリート羽生結弦選手の話題を毎回ご紹介しています。何をしますか？羽生結弦選手を応援して今よりもっと幸せな毎日を楽しみたいっていう方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。なんか入っちゃうっていう。チャンネル登録をするとライブ配信の予定、プレミア配信動画のお知らせ、そしてコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に？はい。このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期に発信しています。ライブ配信情報などを見逃さないためにも今のうちにチャンネル登録をしておいてくださいね。はい。また2021年9月に始まったメンバーシップではより濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。皆さんもその楽しさが伝わってたら嬉しいです。メンバーシップの内容に興味のある方はメンバーになるボタンまたは説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますのでぜひ見てみてくださいね。 OK。 では早速羽生結弦の天才性を示すエピソードをご紹介していきます。羽生結弦という人は努力の積み重ねだけで説明できる存在ではありません。彼の天才はすでに生まれた瞬間から体の中に設計されていました。頭が小さく、手足が長い、そして関節が柔らかく姿勢がどこまでもまっすぐ。このバランスの良さはフィギュアスケートで必要とされる軸の安定、ラインの美しさに全て直結しています。つまり羽生選手の骨格そのものが氷の上で最も美しく見えるように設計されていたということなのです。長年フィギュアスケートを観戦し続けている私が思うのは、フィギュアスケート競技をする上で骨格の影響は体感で言うと 50% ぐらいあるかなって感じています。例えば手足が短く頭が大きく、いわゆるごついタイプの骨格をしている子供と羽生選手のような手足が長く、長すぎず長いと感じる絶妙なバランスで長身の骨格をしている子供、これが男子であれ女子であれ競技で得点を取るために必要な高難度ジャンプの飛びやすさという観点で考えると、やはり羽生選手のような骨格を持った子の方が有利になる、そういうことは否めないと思います。そしてそれだけではありません。羽生選手は初めて氷の上に立った4歳の時、普通の子供にはないもう一つの才能を見せています。当時のコーチ山田真美さんはこう語っています。最初からすごかったんです。4歳の子だったら普通は怖がるから、ハイハイさせながらリンクに入れて、それから立たせて、という段階を踏みます。でも、ゆずるは、スケート靴を履いて走ったままリンクに飛び込み、ワッと真ん中ぐらいまで走っていったんですよ。普通なら初めての氷の上は恐怖で立てません。でも羽生少年は氷を怖がるどころか走り出しました。つまり彼の脳は
恐怖よりも好奇心が先に動く構造をしていたんです。これは努力では得られない生まれ持った脳の構造的才能です。その瞬間から彼の中ではスケートイコール怖いものではなく、スケートイコール自由を感じる場所になっていたのではないでしょうか。だからこそ彼の人生で何度転んでも挑戦することをやめなかった。この4歳の出来事は彼の恐れを超える遺伝的な強さを証明する最初のエピソードです。そしてこの時すでにもう一つの力も動き出していました。それは運命の流れです。羽生選手は幼い頃、小児喘息を患っていました。外でのスポーツが難しかったため、家族は屋内競技であるスケートを選びました。もしこの小さな選択がなければ、世界はあの氷上の羽生結弦を見られなかったかもしれません。このエピソードを振り返ると、天才というのは努力プラス才能ではなく、導かれるような流れによって生まれるものだと感じます。本当に羽生結弦という人はまさに生まれた瞬間からスケートと出会う運命にあった人。それが彼の天才の始まりでした。 OK。 羽生結弦がスケートの天才だとわかるのはただ怖がらなかったというだけではありません。本気でやります。彼は習う前から体で理解していたんです。まだ羽生少年が幼い頃、コーチの山田真美さんは驚く体験をしています。ある日、ゆずるが1回転アクセルのやり方を教わると、その場ですぐに回ってみせた。技術を即座に理解し、再現できる頭と体がすでに備わっていた。通常ジャンプを習得するには何週間、時には何ヶ月もかかります。助走、踏切、空中姿勢、着氷。この一連の動作を頭で理解してから体に覚え込ませるのが普通です。しかし、羽生少年は説明を聞いた瞬間にその動きを体が理解してしまっていました。それは思考と体が直結している天才という証拠です。そしてこの感覚的理解はやがて彼の驚異的なジャンプ進化として形になっていきます。羽生結弦の天才を語る上で欠かせないエピソードがあります。それは2008年の夏、長野延山で行われた全日本ジュニア合宿。当時13歳の羽生少年はそこで17歳の浅田真央さんと出会いました。彼女はその時代、女子でトリプルアクセルを跳ぶ唯一の存在でした。羽生少年は浅田真央さんのトリプルアクセルを間近で見て衝撃を受けます。それは力ではなく感覚で浮き上がるようなふわっとした飛び方だったのです。真央ちゃんのトリプルアクセルを見ていたら、飛ぶときそんなに力はいらないんだなと気づきました。この気づきは羽生結弦という人間の本質を表しています。彼は目で見たものを正確に体で再現できる人。理屈より先に感覚と体で理解してしまうタイプなんです。つまり彼は観察によって才能を開く天才。浅田真央さんのジャンプを見たその瞬間、彼の脳はジャンプの構造をイメージとして取り込み、無意識のうちに体がそれを再現していた。そしてそのトリプルアクセルを見た2008年8月3日、中京大学アイスアリーナ。羽生結弦少年は3回転アクセルを初成功させます。さらに3ヶ月後の東日本ジュニア選手権、札幌ショートプログラムで公式戦初成功。13歳でのトリプルアクセル成功は当時の男子としては最年少クラスです。そしてよく確認してみると、わずか数ヶ月前に成功させたばかりのトリプルアクセルをフリーにも組み込んでいるのです。残念ながらフリーでは成功しなかったようですが、不確実なジャンプをすぐにプログラムに組み込む潔さが見て取れます。この記録は単なる技術の進歩でなく、視覚から理解し、瞬時に体に転写する天才性、その証拠でした。羽生選手のこのモデリング能力は、
その後のスケート人生のすべてに現れてきます。彼のシニア人生で一番長くいることになる練習拠点であるクリケットクラブ。この場所を選んだ理由を羽生選手はこう語っています。4回転ジャンプをきれいに飛ぶハビエル・フェルナンデスがいたから。このエピソードを知る人は多いでしょう。彼はモデリング能力が高いだけでなく、その事実を認識していました。他人の動きや音楽、光、風、下界の情報を体の中で変換し、表現へと昇華する能力。ジャンプだけでなく、スピン、ステップ、そして表現全体にまで波及し、見る人すべての心を動かす演技の生命力へとつながっていきました。美しいスピンと言われていたジョニー・ウィアーのスピンを完コピし、スピン中の表現を身につけたというエピソードは羽生選手自身によって語られました。つまり浅田真央さんのトリプルアクセルを見たことは、羽生結弦選手にとって単なる憧れではなく、観察から想像へという才能の覚醒でした。それ以降、彼は誰かの真似ではなく、見たものを超えて再構築する存在へと進化していくのです。こうして見ると、羽生選手のジャンプは単なる技術の進化でなく、思考の進化。どの角度で飛び、どの高さで軸を取るか、感覚でなく、意識と計算で組み立てていく。羽生選手のジャンプは、科学者の理性と芸術家の感性の融合です。だからこそ彼の演技は技術を超えて作品になる。そしてその一歩目、1回転半アクセルを聞いた瞬間に体が理解したという山田真美コーチの言葉こそ、後に続くすべての進化の原点だったのです。OK。羽生結弦の真の凄さは、技術を超えて表現へ到達しているところにあります。ジャンプ、スピン、ステップ。どんな要素も彼にとっては動作でなく表現。その原点はまだ5歳の頃、初めての大会で滑ったプログラム、草競馬にあります。はい。スケーティングの技術はまだ幼く、リンクの上での動きはたどたどしかった。それでも彼は音楽を聴いた瞬間に自分の世界に入り込み、体を大きく動かして何かを演じようとしていたのです。当時のコーチ、山田真美さんはこう語っています。小さい体で頭を振ったり、手を動かしたり、自分の中の世界を表現していた。すでに演じることを楽しんでいました。この頃から彼の中には音楽と一体になるという本能的な表現力が宿っていました。羽生結弦は音楽を聴くのではなく感じるタイプ。旋律を体の中に流し込み、それを動きとして放出するのです。それが後に自己陶酔とも呼ばれる圧倒的な没入表現につながっています。日本語の自己陶酔という言葉は、いわゆるナルシストという言葉に連想させることがあります。だからこれを聞いた日本人の中には、痛いやつってこの人ファンなのに言ってる、そう感じた人がいるかもしれません。ですが、自己陶酔こそ日本人フィギュアスケーターが今まで持っていなかったフィギュアスケートに一番必要な要素なのです。これまでの日本人フィギュアスケーターの中で、羽生結弦ほど自己陶酔が上手な選手はいたでしょうか？答えはノーです。羽生選手が日本人初のオリンピック金メダリストになれた理由の一つに、この能力があったことだと私は断言できます。なぜなら、自己陶酔力こそ見ている者の感情を動かすことができるからです。演技中の羽生選手は音楽に合わせて動くのではなく、音楽の中に住んでいるように見える。この没入力が世界中の観客を魅了する理由なのです。例えば2012年ロミオとジュリエット。このプログラムでは恋に命を懸ける少年ロミオの感情を全身で表現していました。演技後、コーチのブライアン・ウォーサーはこう語っています。彼は音楽のすべてを感じ取って滑る。一度リンクに出ると、僕たちの声は届かない。彼は自分の世界に完全に入り込む。この自己陶酔こそ、羽生結弦の表現の源、
彼は演技をしているのではなく生きているんです。2018年ピョンチャンオリンピック生命ではその才能が頂点に達します。陰陽師安倍の生命の魂とシンクロするような動き、音、間、呼吸、視線、どれをとってもまるで彼自身が音楽そのものになっているかのようでした。ある海外解説者はこう評しました。He doesn't perform to the music. He becomes the music. 彼は音楽に合わせて滑るのではない。彼が音楽そのものになるのだ。この表現力の裏には冷静な分析もあります。羽生選手は音楽の構成を徹底的に研究し、拍、テンポ、音圧、感情の波をすべて理解した上で動いている。つまり彼の陶酔は感情任せでなく理性と感覚の融合です。まるで演出家と演者が一つの体に同居しているようです。ジャンプでは物理を、演技では感情を、そして音楽では魂を表現してきた羽生選手。彼の天才とは技術でも表現でもなく、それら全てを自分という楽器で奏でることができる能力にあります。羽生結弦というスケーターはまさに音とともに生きる存在なのです。OK。羽生結弦というスケーターの真髄はただの成功や才能では語り尽くせません。彼のスケートには痛みの記憶が宿っています。2014年中国杯フリー演技の6分間練習中、他の選手と激しく衝突、顔面を負傷し、頭から血を流しながらリンクに戻りました。その時の彼の言葉。自分の中で何かが試されていると思った。滑らなければ自分を許せなかった。演技を続けることが正しいかどうか、誰にもわからない状況の中で彼は自分の意志で氷上に立ったのです。その後、ふらつきながらも演技を最後までやりきった姿は世界中のファンの記憶に刻まれました。この出来事こそ羽生結弦という人間の本質、痛みを力に変えるスケーターを象徴しています。彼はただ立ち上がるのではなく、その痛みを作品に変えてきました。2017年の世界選手権では、怪我明けの苦しいコンディションの中、ショート5位から逆転優勝。自分のスケートで誰かの希望になれたら嬉しい。あの時彼が感じていたのは勝利の喜びでなく、再生の証明。痛みの記憶が彼の表現をより深く、温かくしていったのです。そして彼が表現者として決定的に変化したのは2018年のピョンチャンオリンピック。前シーズンの怪我で大会直前まで練習が制限される中、彼は言いました。できることを全力でやる。それが僕のすべてです。この言葉には結果よりも生き方を重視する羽生結弦の哲学が滲んでいます。彼が選んだプログラムは生命、陰と陽、光と影。このテーマは彼自身の人生そのものでした。羽生結弦が世界の頂点に立ち続けた理由、それは才能でも努力でもなく、苦しみを美に変える能力にあります。転倒、怪我、絶望、そのどれもが彼にとっては素材だった。彼は痛みを恐れず、その奥にある真実を探し、氷の上で人間の光と闇を表現してきたのです。OK。私たちはここまで羽生結弦の才能、思考、表現、精神をたどってきました。そして一つの問いが残ります。彼はいつから天才だったのか。その答えは生まれた瞬間からではありません。けれども努力の結果だけでもありません。羽生結弦の天才は導かれた瞬間から始まったのです。幼少期から彼の人生には偶然とは思えない流れがありました。喘息を抱え、屋内競技として選ばれたスケート。才能を見抜いた山田真美コーチとの出会い。そして浅田真央というお手本の天才を目にした2008年の夏。その時彼は力でなく感覚で飛ぶことを理解し、人間の動きを目で見て体で再現する力に目覚めました。
その瞬間こそが羽生結弦という天才が起動した瞬間だったのです。彼の生まれ持った資質は環境と出会いによって開かれていきました。まるで見えない手が彼を一歩ずつ導いていったように。そして2011年の震災という苦難、リンクを失いながらもスケートが僕にできることの全てでしたと語った少年は、その試練をきっかけに使命を理解します。彼にとってのスケートは勝つための手段でなく、生きる意味そのものへと変わっていったのです。その後の人生はまるで天が描いた設計図をなぞるように進んでいきます。ブライアン・オーサーという師の出会い、世界初の4回転ループの成功、そして北京五輪の4回転半アクセル挑戦。どれも偶然の積み重ねではなく、運命の流れに沿って訪れた必然でした。羽生結弦は流れを信じ、その瞬間ごとに最善の自分を生きてきました。だからこそこう言えるのです。彼は生まれた時点で素質ある子だった。しかし出会いと選択によって天才へ変化した人だったのです。つまり羽生結弦の天才とは固定された才能ではなく、運命と努力の融合によって育った生命体的な才能。2023年ロッテステラータで彼は語りました。僕のスケートが誰かの光になればそれでいい。この言葉の中に答えがあります。彼の天才は誰かの心に光を灯すことに進化したのです。羽生結弦は生まれながらの天才ではなく、導かれながら天才になっていった人。それは努力でも奇跡でもない、流れを感じ取り選び続けた結果でした。そして今私たちは知るのです。羽生結弦の天才とは生まれつきの才能ではなく、運命に応える力そのものだったということを。 OK。 ということで、ここからはフィギエモン羽生ライフ。はい、ってことで今日は1月3日エコーズオブライフ広島公演の日でございます。朝でね、一緒に合流してお昼ご飯をみんなで食べているところでございます。こちら白いのね、お餅なんですよ。揚げ餅。なんかお餅がね、こうトイレ我慢するのにトイレの餅が良くなるということで、食べておりました。で、メインビジュアルの前でパチリして、こちらのグッズですね。並べ方が会場によって違うと思いながら、楽しみながらこれ撮ってましたね。すごく近くでグッズが見れるので、欲しいものがどんな感じかっていうのが分かりやすかったです。はい。で、この日フィゲモンはアリーナ席だったので、こちらの1階からね、入っております。で、1階なのはこの日だけなので、ちゃんと撮らなきゃと思って1階の様子でございます。結構ね、外から見た感じと同じようにキービジュアルがいっぱいこう貼ってありましたね。で、アリーナ席なのでこちら表になっております。はい。結構ね、アリーナ席の席の列が7列ぐらいかな、あったりするんですけれども、フィギエモンこの日は2列目ということで自分の席の方に向かっているんですが、瓦礫が近くてびっくりですね。もう本当に触れちゃうので、それで係の人がこういるというような感じのところもありましたね。このプラカード持ってるお姉さんがね、瓦礫の真横っていうのがわかるかなと思います。はい。で、会場入ったのがこの15時56分のこちら映像なんですけれども、本当にワクワクしながらこれ撮ってたの思い出します。はい。こんな近くで見れるんだわーいと思いながら、はい。会場によってね、雰囲気がすごく違うなっていうのがあると思うんですけども、こちらグリーンアリーナだからか、なんかグリーンな感じでライトアップされてますけれども、天井を見るとね、後から降りてくるであろうドアがいっぱい吊るされておりました。わー、はいね、なんか綺麗ですよね。天井見るのいいなと思いながら結構天井撮ってたのを覚えてます。
。こちら入り口ですね。あそこから羽生選手出てくるんだと思いながら、近いぞ近いぞと。はい。イレブンプレイさんの踊る場所もね、結構近いです。はい。リアルな感じでね、見えるかなと思います。はい。この日はこのピンクの色のねリストバンドということで、記念に撮っとかなきゃと思いながら撮っていました。はい。なんかずっと始まらないでここにいたいという感じのことを思ってましたね。この時のワクワク感はやばいです。この時しか味わえないかなって思いますね。そしてヒゲモンの席の正面はこんな感じの見え方ですかね。もうちょっと近くは見える感じです。そして前半終了しました。はい。なんか羽生選手が出てきた感じがリンクしてるでしょ。はい。いたんだっていう感じが先ほどのね始まる前の氷と今の氷では違うかなっていうのが感じられるのではないでしょうか。はい。ねー。でこちら反対側に来てみました。どんな感じになってるのかなと思って、こんな感じで機材がこう置いてある席があったりして、はい、見え方がねいろいろ違うなと思いながら、そしてこれがね後半が始まる直前ですね。プシューってこう左から湯気が出てたと思うんですけれども、あれがこう始まるんだよみたいな感じのところで、そしてこちら公演が終了した時の氷でございます。綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。はい。この氷は素晴らしいということで退場したんですが、20時2分ですね。公演終了してすぐですかね。関東の公演見てる方は思うと思うんですが、なんか人がまばらじゃないって思いません？なんか広いんですよね、こちらの作りというか。ゆったりしてるというか、会場によってやっぱ違うなと思いましたね。そして夜見るこのメインビジュアル綺麗でしたね。イチョウな感じで。そして翌日です。1月4日。この日は中休みということで、朝食をリーガロイヤルホテルで撮ろうかなというところで撮影しております。パンの種類もすごくいっぱいありますよね。ジャムもたんまりあります。そして、結構ね混んでますね。ハムとかチーズとか、めちゃめちゃ美味しそうなやつ。そしてドレッシングがこの種類ですよ。やばい、いっぱいありすぎて選べない。そしてめっちゃフレッシュなサラダでございます。いい色してるよね。新鮮って感じ。そしてこちらはお味噌汁ですかね。はい、赤味噌なのかな。はい。そしてこちらはカレーですね。カレー、うわ、いい色。さすがホテルカレー、めっちゃ美味しそう。はい、こちらクラムチャウダーだったかな。でこちら広島焼きですよ。おー、広島焼きがホテルにあるの初めて見た。そしてソーセージも美味しそう。お、ソースがこんな感じでお好みソースが横に置いてある。さすが。でベーコンとか卵焼きとかですね。朝食の定番ももちろん置いてあります。でこんな感じでいろいろね置いてありますよ。さすがって感じ。めちゃめちゃさすがです。はい、こちら厚切りベーコンとか、はい、卵焼いてくれるとこですね。
いですね。スタンドクックなんとかって書いてありますフィギュアも頼んでおります。よろぴくという感じででポテトとかプリンとかですかね。こちらはドリンク類、いろいろありますね。でこれ樽ですね。夜かな、夜のワインなのかな。はい、こちらもビールサーバーですかね。青汁とか牛乳とかめちゃめちゃ美味しそうですね。色からわかるよね、美味しそうなのが違う、ちゃんとしてるって感じだと思います。はい、シリアルもおしゃれな感じで置いてあって、コーヒーも取り放題。はい、そろそろエッグできたかなっていうところで戻ってきております。美味しそう。いいですね、作ってもらうの。厚切りベーコンも乗せて。サンキュー。美味しそう。でこちらのソースね、ソースがめちゃくちゃ美味しそうなのでかけちゃいます。はい、こちらのオムレツのお店でよくかかってそうな色のやつですね。こちらかけております。美味しそうやばいはい、できた。楽しみ、食べるの楽しみ。すごいね、もう満席に近い感じでしたね。めちゃめちゃ人で溢れてました。そして席に持っていきます。はい、うわー、そしていろいろ持ってきたから大変なことになってます。本当に食べられるのでしょうか、こんなにやりすぎでもめちゃめちゃ美味しかったですよ、これね。広島焼き食べれるのは嬉しい。今回の広島エコーズオブライフのこちらのファンニューライフはちょっと途中までしかお見せできなかったので、また次回ね、続きをお見せしたいと思います。 OK、 いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。今日は羽生結弦選手はいつから天才だったのかを検証しながら、小さい頃からの驚愕のエピソードをご紹介してきました。羽生選手のフィギュアスケート5つの才能という視点の過去動画もありますので、よかったら見てみてくださいね。そして今となっては約1年前になるエコーズオブライフ広島公演の観戦記をご紹介しました。やっぱり羽生結弦アイスショー、特に単独アイスショーは上がるよなぁと映像を見ながら感じていました。皆さんはどう感じましたか？よかったらこの動画の感想をコメントしてみてくださいね。コメント本当に楽しみながら読んでます。タイミングが合いましたら返信もしてますので、コメントお待ちしています。ということで、また次の動画でお会いしましょう。フィギュアモンでした。さようなら。